こんにちは。かてことでございます。ということで、本日の食材がこちら。これです。赤貝っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。赤貝っていうことでね。これすごいでしょ。僕の拳ぐらい大きな赤貝買ってきました。デパートの魚屋さんコーナーにあったんですよね。で、これグラム売りだったんですけど、全部くださいってありったけ買ってきたら、これだけで5000円しました。6個買ってきたんですけど、6個で5000円です。めちゃめちゃ高級赤貝です。で、この赤貝の身は、風味と甘みがとてもうまいです。で、この赤貝の紐は、シャキシャキコリコリとしたあの食感がとても面白いし美味しいですよね。この赤貝って、肝も食べられるみたいなんですよ。しかも、珍味らしいんですよね。僕食べたことありませんので、今日はこちらの赤貝の肝を使って、炊き込みご飯を作っていきたいと思います。で、身と紐はお刺身で、贅沢に食べていきましょう。まずはね、赤貝ちょっとバッチリので、綺麗に洗っていきます。殻はね、外しちゃうとはいえども、やっぱり生食のものなので、洗った方がいいですね。ほら、めちゃめちゃ汚いです。で、こういう感じに全部洗っていきます。はい、そしたらこのように綺麗に洗えましたら、殻を開けていきます。さあ、中身はどうだろう？詰まってますかね？で、赤貝の開け方はね、いろいろあると思うんですよ。まず一つ目は、ここ、蝶つ貝のここに、ステーキナイフをこうかまして、ここね、ずらすんですよね、貝。あ、ちょっと割れちゃいましたね。これで割れちゃったら別にいいんですよ。割れたら、この中からナイフを入れて、こっから貝柱を断ち切ると。こうですね。で、こっち側も貝柱を断ち切ると。はい。で、貝柱が2つ外れましたら、貝の隙間からナイフを入れて、で、カコッと開けると。で、貝紐を下に下ろして、で、パカッと開けると。おお！うわ、身がぎっちりですね。いいね。で、赤貝ってなんで赤貝っていうかと言いますと、汁がね、真っ赤なんですよ。これね、人間の血液と同じ成分のヘモグロビンっていう成分が入ってますんで、それで赤いみたいですね。だから赤貝っていうみたいですね。はい。で、これ片方外れたら、ここに貝柱がついてますんで、この貝柱を外すと。よっと。で、ポコンと落とすと。はい、こんな感じ。大きいなぁ。で、ここが貝紐ですね。で、これが玉ですね。で、この玉の中に肝が入ってます。これは肝たくさん入ってそうだな。もう一回いきますよ。ここにナイフを入れて、しっかり固定して、ナイフをこうずらすんですけど、大きいとね、なかなかね、ずれないんですよね。で、こういうのは、もうおとなしく隙間からナイフを入れて、トントンってね。で、ナイフが入ったらここに貝柱がありますんで、貝柱を外していきましょう。で、この時にできるだけ、この貝紐がここについてますんで、貝紐を切らないように、こう貝柱を断ち切ると。これがね、なかなか難しいんですよね。ほら、ここに貝紐がありますね。あ、ちょっと切れちゃいましたね。ほら、このやり方だとね、ちょっとコツがいるんですよ。ほら、これ切れちゃうんですね、貝柱が。ほら、こう貝柱がもうズタボロになっちゃいましたね。これはもう大失敗ですね。僕、お寿司屋さんで働いてたらこれ、めちゃめちゃ叱られるぐらいの仕込みだと思います。なんで、できることならここで一回、こうずらしたり、ここ割ったりして、で、ここから包丁を入れて、貝柱をこう断ち切って、こうですね。断ち切れたら、パカッと開けて、で、貝紐をここで落として、開くと。また貝紐切れちゃったな。こんな感じですね。納得いかん、最後。よいしょ。あ、来た。お、来た来た来た。はい、これね、すごい成功ですね。割れないで、こう、貝がね、ずれたの分かりますか？で、このずれたら、ここから包丁を入れて、貝柱を断ち切ると。で、はい、ここ貝柱断ち切れました。断ち切れたら、紐を切らないように、紐の裏にナイフを通していって、こっちの貝柱も外すと。とにかく紐を切らないように、慎重に慎重に。はいと。お、すごいな。こんな感じ。はい、このように剥き終わりました。ほら、こんだけ赤い血が出ますからね。で、赤貝を保管する際は、
一回殻から剥いて、この状態で保管するといいみたいですね。これが自動目っていう保存方法らしいんですけど、こういう汁につけた状態だと、1日2日まだ生きてるんですって。結構ね、赤貝は生命力が高いんですよね。さて、いよいよさばいていきましょうか。何回かチャンネルでもやってるんですけど、まずこういう風に置きます。こう玉を立ててね。で、この玉の先端の方にちょこっと包丁を入れます。そうすると、ピロピロピロと取れますんでね。で、玉を外します。この状態。そしたらあとはここに、紐とエラと貝柱が残ってます。で、このエラの部分は食べられませんので、ここ、エラだけ切り取ります。こういう風ですね。ここに貝柱がありますんでね。で貝柱の周りについてるこのエラとか膜、ここを落としていきます。で、そしたらね、この貝柱の、ここにまだね、茶色いこの肝みたいなのがついてますんで、これも綺麗に取っていきます。この赤貝の肝を生で食べると当たる確率が高いのでね、取っていきます。で、今回は赤貝の肝食べるんですけども、夏場の赤貝の肝とかはあんま食べない方がいいっていう記事をよく見ますね。やっぱり貝の内臓っていうのは毒素を溜め込んでる場合がありますんでね、もう食べる際は自己責任でお願いします。いろいろネットの記事見ると赤貝の肝は食べない方がいいとか、赤貝の肝は珍味で美味しいとか、いろんな記事が出てくるんですよね。ネットの情報は何が本当かわかりませんのでね、自分で食べて検証してみようぜっていうことで今日動画撮っております。はい、ではこんな感じで紐と玉に分けれましたら、玉を開いて内臓を取り出していきます。で、玉の開き方は、ここですね。ぷっくりしてる方。こっちから包丁を入れていきます。こうですね。はい。で、ここに見えるこの黒いの。これが肝です。これを包丁で削ぎます。こんな感じ。で、ここの肝なんですけど、かなりしっかりついてますんで、包丁の刃がついた方で、こう切り取る感じですね。こうやって薄く削ぐ感じですね。で、こういう縁っこのところもちょこちょこっと切っていって、で、綺麗にして、はい、こんな感じ。これで皆さんよく見る赤貝の形になりましたね。紐、身、肝ですね。で、ここはお刺身にするとして、今日使うのはここですね。こういう感じでどんどんやっていきます。こう置いて、ちょっと包丁を入れて、くるくるくるっとやって玉を取ります。で、玉を取ったら、ここですね。エラがありますんで、エラを外すと。これがエラ。こっち側も一緒ですね。エラを外します。で、貝柱の周りについてる、この内臓の残りも取っちゃいます。結構しっかりついてますんでね、もう削っちゃっていいです、こうやって。ちょっともったいないかもしれないんですけど、この黒いのがなくなるまで削っちゃいます。こんな感じ。そしたら次は玉ですね。このとんがった方をこっち側に置いて、お腹の方から包丁を入れて、ギリギリで止めます。で、開いて、で、開いたらここに肝がありますんで、肝を削ぐと。こんな感じですね。で、こっち側も削ぐと。はい、こんな感じ。はい。ではこのようにおろし終わりましたら、こっちのお刺身グループはちょっと置いといて、この赤貝の肝ですね。結構な量取れましたね。で、これ一度湯がいていきます。熱湯にくぐらせます。で、あんまり茹ですぎると旨味が逃げちゃうと思いますんで、まあ大体このぐらいですね。こんなもん。で、冷水にくぐらせて、粗熱を取る。そしたら一度この肝を甘辛く煮つけていきます。で、まずは生姜を刻んで、で、薄くスライスしたら並べて、さーっと千切りにしていきます。はい、OK。そしたらここに日本酒。で、お醤油。お砂糖。で、みりんをちょんと入れます。ほんでそこに生姜をパラパラと入れて、弱火でコトコトと煮つけていきます。はい、じゃあいい感じに煮詰まりました。こんな感じですね。これで OK。ちょっと味見してみましょうか。なんかアサリの佃煮みたいな感じですね。じゃあいただきます。これ。もっとこう癖が強いと思ったんですけど、これ食べやすいね。これうまいな。ビールに合うね。ちょっと全部食べるのはまずいんで、これ危ないんで早く炊き込みご飯作りましょう。今日はね、この1人前の釜で作りたいと思います。そんなに量もないんでね、このぐらいの釜が適切かなと思います。
まずお釜にお水につけておいた白米ですね。1合入れます。で、そこにお水を、だいたい 200cc 弱ですね。180ぐらい入れます。こんなもんですね。で、ここに赤貝の肝の煮付けをタレごと入れます。このタレごとがポイント。で、そこにタケノコをちょっと入れて、で、揚げを入れて、で、人参も少し入れましょうか。で、舞茸もちょこっと入れて、で、仕上げに昆布を入れまして、で、蓋をして、で、固形燃料をセットして、で、火をつけて、で、釜をセット。これで40分ぐらい待てば完成。はい、そしたら炊き込みご飯を作ってる間にお刺身を作っていきましょうか。で、赤貝さばきたてはまだぬめりとかがついてますので、一度ぬめりを落としていきます。紐も身もボウルに入れて、お塩を振ります。で、お塩でもうさっとでいいです。あんまりお塩で揉みすぎると赤貝に塩分が入っちゃって、赤貝の身が硬くなっちゃうんですよね。なので軽くぬめりを落とす程度。こんなもんでいいです。で、こういう風に塩気が落ちたら、でもまだちょっとね、ぬめりがついてるんですよね。なのでこのぬめりも落としていきたいので、ボウルに氷を入れて、氷水を作ります。で、そこにお酢も入れます。もう大体こんなもんですね。氷酢水を作ります。で、そこに赤貝を入れて、赤貝をゴシゴシゴシとしていきます。で、酢はぬめりをね、すごく落としてくれます。すごくね、ピカピカになります。びっくりしますよ。ツルッツルになります。特に先っぽ、ここがね、ぬめり強いので、ここを落とします。はい、これで綺麗になりました。そしたら、お皿に盛り付けていきます。で、こういう貝殻をこうやってね、盛り付けたりすると、とてもおしゃれです。で、軽くつま引いて、大葉を置いて、で、ここに盛り付けていくと。ほんで、切るときに、これ最終仕上げですね。こういう黒いところを取って、こういうところですね。やっぱりどうしてもね、残っちゃうんでね、こういうところを削ります。はい、こんな感じ。で、このまま盛り付けてもいいんですけど、赤貝はね、飾り包丁を入れるととっても綺麗になります。いろんな飾り包丁の種類あるんですけど、まずこうやってね、ここに縦に入れて、細く縦に入れます。こうですね。そして、この状態になったら、パンと叩くと、ほら、切ったところが反り返るんですよね。そうすると大きく見えるし、なんか綺麗じゃないですか。それをこういう風にね、盛り付けると。こういうやり方とか、あとはね、さっき縦に入れたけど、次は横ですね。横に入れてって、ほんで、パンとやると。そうするとこういう風にも反り返ります。僕は縦に入れるのが好きですね。めっちゃ綺麗じゃないですか。でもこれはね、生きてる赤貝でしかできませんのでね。パンと。ね、めちゃめちゃ生命力高いですよね、赤貝ってね。で、貝ひもも盛り付けると。ちょっとお皿がちっちゃかったな。で、ちょっとレモンとかもあったら添えてみたりして、はい、これで赤貝のお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。じゃあまず釜飯からいきましょうか。上手にできたかな？せーの、よっ。お、いいんじゃない？さあ問題は炊き加減ですよね。うわー。これ、最高の仕上がりですよ。お野菜と、この赤貝の肝ですね。ここをたっぷりと入れて、それじゃあ赤貝の肝と一緒にいただきます。なんかちょっと癖があるな。煮付けの時に食べた方が美味しかった気がする。なんか炊き込みご飯にした瞬間に、なんか癖が出てきましたね。なんだろうこれは。ちょっともう一個いきましょうか。ちょっと赤貝の肝が匂うな。癖がある。これはあんま炊き込みご飯に向かないかもな。
貝大好き人間の僕がちょっと癖があるなと思うぐらいなんで、でも結構食べにくいのかなと思います。そしたら赤貝のお刺身いきましょうか。これはね、うまいと思う。わさびをちょっとして、このじゃあ一番大ぶりのここいきましょうか。いただきます。うめえ。この赤貝すっごい肉厚でね、旨味が強い。で、赤貝って、安いやつはほんとペラペラでね、香りも全然ないんですよね。本当にいい赤貝と悪い赤貝とでは、同じ貝なんですけど、もう天と地の差があるんですよね。これむちゃくちゃうまい。そしたらこの紐ですね。この紐。ここがね、本当にうまいんですよね。わさびをつけて、いただきます。聞こえますかこれ。赤貝だったら紐の方が好きっていう人もいるぐらい、赤貝の紐っていうのは身と違った美味しさ、あと食感、香りがあるんですよね。一つの貝で二つ楽しめるというね、とてもお得な貝でございます。はい、ということで今日はこちらの赤貝のお刺身と炊き込みご飯ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！銀色のやつ。ちょっと飲み差しですけどね。もうこの時期ね、お酒飲む機会増えると思います。ぜひ皆さんも銀色で乾杯。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。貝とビール、合うんです。それじっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は、大きな赤貝を使って、赤貝の肝の炊き込みご飯、そしてお刺身作ってみましたけども、お刺身は安定して美味しかった。で、今日の赤貝はね、ものすごくクオリティが高かったですね。さすが1個1000円しただけはあるなと思いましたね。で、赤貝の肝なんですけどね、煮付けの方が美味しかったかもな。煮付けをもっとこう煮詰めて、辛くして、佃煮みたいな感じにしたら、ものすごく美味しいと思います。でも、さばいてる時にちょっと言いましたけど、赤貝の肝っていうのはね、ネットで調べると、食べちゃダメだとか、貝毒があるとか、いやいや、そんなことなく食べられるよって、珍味で美味しいですよって、いろんな記事が出てきます。なんで、食べる際は、自己責任でお願いします。というわけで、今日はあれでした。バイバイ。